はーい、ミキです。皆さん、お元気でしょうか？今日は朝、昼、夜の会話をテーマに、日常生活でよく使う自然な会話を勉強していきたいと思います。おはようございます。こんにちは。こんばんはは言えるけれど、その後はどういった会話にすれば良いかわからないと思うことはありませんか？自然な日本語、よく使う単語、ネイティブらしい表現を一緒に学んでいきましょう。それぞれの会話の後に覚えておきたい表現も紹介しますので、お楽しみに。また、この動画で使うワークシートの無料サンプルもありますので、ぜひ興味のある方は概要欄をチェックしてみてください。では、始めましょう。朝の会話。おはようございます。おはようございます。今日はずいぶん早いですね。そうなんです。少し早く目が覚めてしまいました。そうだったんですね。よく眠れましたか？はい、結構ぐっすり眠れました。それは良かったですね。朝ごはんはもう食べましたか？はい、トーストとコーヒーを食べました。いいですね。私は朝ごはんを食べないこともあるんですが、やっぱり食べた方が元気が出ますよね。そうですね。一日を気持ちよく始められる気がします。では、会話に出てきた表現を見てみましょう。ずいぶん、予想よりも多くという意味です。例えば、今日はずいぶん寒いですね。次は、目が覚める。眠りから起きることです。例えると、朝6時に目が覚めました。次は、結構。思っていたより多い時や良い時、強い時に使う言葉です。例えば、この映画結構面白かったです。次は、元気が出る。気持ちが明るくなったり、やる気が出たりすることです。例えば、友達に会うと元気が出ます。では次は、昼の会話。こんにちは。こんにちは。今日はお忙しそうですね。そうなんです。午前中から会議が続いていて、少し疲れました。それは大変ですね。でも、やっとお昼休みになりました。お昼ご飯は何を食べる予定ですか？近くのレストランでパスタを食べようと思っています。いいですね。その
お店、評判がいいと聞いたことがあります。どうなんですか？それなら楽しみです。一緒に行きませんか？では、会話に出てきた表現を見てみましょう。まずは、会議。仕事で話し合いをすることです。例えば、午後に会議があります。次は、続く。同じことが終わらずに続いている状態です。使ってみると、雨が3日間続いています。次は、お昼休み。昼の休憩時間です。使ってみましょう。お昼休みに買い物へ行きました。次は、予定。これからすることです。例えば、週末の予定はありますか？評判がいい。みんなから良い評価を受けているということです。例題としては、あのお店は評判がいいです。はい。では次は夜の会話。こんばんは。こんばんは。今日はどんな一日でしたか？忙しかったですが、充実した一日でした。そうなんですね。何かいいことがあったんですか？久しぶりに友達と会うことができました。それは嬉しいですよね。はい。近況を話したり、一緒に食事をしたりして、とても楽しかったです。そういう時間は大切ですよね。本当にそう思います。はい。では、会話に出てきた表現を見てみましょう。充実。内容が豊かで満足できる状態です。例えば、今日は充実した一日でした。久しぶり。長い間会っていなかったり、使っていなかったりするときに使います。久しぶりに友達に会いました。近況。最近の出来事や様子です。例題にすると、近況を聞かせてください。大切。とても重要なことです。例題にすると、家族との時間は大切です。はい、どうだったでしょうか？今日は朝、昼、夜の会話を通して自然な日常会話を勉強しました。時間帯によって使う表現や話題を変えて話すとぐっと会話が楽しくなったり、内容の濃い会話になりますよね。皆さんは朝、昼、夜の中でどの会話を使ってみたいと思いましたか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。今回の内容を練習できる
ワークシートもありますので、ぜひ興味のある方は概要欄をチェックしてみてくださいね。自宅学習や授業、日本語クラブやホームスクールなどでも楽しく使えると思います。ぜひ他の動画も見てみてくださいね。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。またねー。